こんにちは、山下夏美です。今回は2日分の映像。まずは6月27日の金曜日からスタートしていってます映像。この日のね、波はちょっと癖がある。パワーが感じにくい波となっていて、ただ、形のいいところはあるからそこのポジションを狙ってやっていく感じですね。パワーがないなりにどういう風に狙うのかっていうのを考えながらやっていってます。あとはスープも含めながらですね。やっていく感じです。ただフロント悪くないね、これ。いいですね。よく前出ました。ただバックサイドのね、狙う位置が、この流しの終わり際、終着地点を狙えたらいいかなっていった感じですね。こんな感じで、結構楽しく、いろいろ試しながら練習できる波といった感じですね。スープも含めつつしっかりね、ターンを意識して練習していくといった感じになっています。あとはね、合間で来たラップとかは逃さず、狙っていく感じですね。こういうスープメインとか巻き直しメインとかで来る波に対してのこのラップ波の合わせ方は、多少スープでも一回回して横に走れるゾーンを見つけることですね。そうすると巻き直してきた時に対応ができる、すぐに。そういった反応ができるようになるとかなりいいんじゃないかなとは思います。特にスープの波とかでね、いきなり巻き直してくるときって意外と反応しづらかったりとか、分かってる状態じゃないとね、反応できないことがあるんで、しっかりその辺はできたらいいかなと思います。で、ここからね、6月28日の土曜日に映像が切り替わりまして、オフショアスタートでね、前日のあの波が面整った感じのスタートしました。で、ただね、波サイズ同じぐらいの数字上だったんですけど、ちょっと土曜日、今日の方がサイズちっちゃかったかなと思います。でも形が綺麗なんで、こういう風にフロントメインでちょっと練習していきました、最初は。一応左右の流し波ですね、こんな感じで。で、スルショイト。そういう、いろいろちょっと試しながら、コンビネーション。これもいいですね。ちょっと試しながらやっていく感じで、練習していきまして。で、前日と同じように、しっかり、ラップ波は逃さず、ラインを探していく感じでやっていってます。その辺はしっかり意識して、あとはね、流し波の時とか、このパワーポジション、波のあるいいポジションをちょっとキープするっていう、探してキープするっていう練習をメインで考えながらやってきました。で、だんだんちょっと遠くなってるんで、アウトも、このアウトのタイミングでちょっと出たりとか、そういうのも意識しながらやっていってます。ただ、パワーがないからどうしても、ちょっとポジショニングというか、回す位置っていうのが難しかったですね。なので、インサイドのこういう形がいいやつは絶対逃さず走って、アウトはちょっとチャレンジ的な感じですね。の意識でやっていってます。で、小技、こういうね、スイッチであったりとか、いろんなトリックも試しながらやっていってます。ちょっとテイクオフがもったいない。久しぶりにちょっとパワーがない波で練習した感じだったので、この2日間はその辺のちょっとレールワークを見返す、考え直すいい機会だったかなと思います。やっぱりね、こういう小波とかでも練習しないとレールワークの質っていうのはね、変わらなくて上達しないんでね、いろんな波でしっかりいろんなターン、タイミングとかを試していく、それがすごい重要かなと思ってます。さあいいね、これ180小波で飛んでる、悪くない位置で飛ぶ位置とかトリックかける位置っていうのも意識しながらやっていく感じです。あとはテイクオフゾーンですね。このウォーターで置いたりとかサンドで置いたりっていうのも意識してます。これいいですね。テール踏んで横に走る感じ。悪くない。
ちょっとスタイル出てます。で、同じようなライン狙ってビッグスピンですね、これ。で、エア。これちょっと飛びそうだったんだけど、回転で持ってきましたね。で、同じようにバックサイド。抜けちゃったけど、一応着地は板の上ですね。逆にこれは回ったけど、取れてない。そしてあとは、リップで乗った後に試す。これ悪くないね。このライン。ナイスさん。よく走ってる。このちっちゃいうねりのラインをね、探すっていうのがね、実は、すごい重要で、こういうやつですね。横に走れるとやっぱり大会とかで、だと点数も伸びるし、すごい重要なテクニックの一つになっているのかなと思います。特に海外戦行った時に、やっぱり重要だなって思いますね。このフロントサイドのライン取りは、この水量とかで押し出されるやつで巻いてきたりするやつなんで、それと同じようなライン、タイミングで走るんで、このちっちゃいフロントサイドとかは逃さず、できるだけ、波が来てる日は狙っていくっていうのがすごいいいんじゃないかなと思います。あとはね、こういう風に、ちょっとスカーフィングとかでね、同じようなライン探してみたりとかするのもありかなと思います。さあ、これちょっとアウトギャップ超えて狙ったけど、乗れず、パーがなくて。サーファーの人たち向きな波でしたね、これは。さて、これ悪くないしですね。実際横走って。まだ乗ってる。ナイスウェーブライド。このワンアクションかける前にちょっと潰れちゃう波だったし、もともとサーフィン向きの波ではなかったから、あんまり、いい映像は撮れなかったけど、一応テイクオフはできて、パンプすれば前にいい位置乗れるのかなっていう感じの波でね、サーフィンしていった感じです。結構ね、スキムボーダーも今日はなかなか厳しい条件だったんでね、いろんなとこに散ってまして、なかなかみんな波難民みたいな感じになってた日だったんじゃないかなと思います。その中でもね、いい練習ができる環境だったんで、今日は良かったんじゃないかなと思います。波サイズだけではなく、条件的にね、いい感じにできる日だったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。